海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットが1日700円でデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索。プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。すると、オラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると、eSIM を追加という選択肢が出るので、選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。ということで前回の動画の続きになります。先ほどドバイ市内からバスを使ってですね、こちらのアブダビ国際空港の方に移動してきました。で、ちょろっとね、説明はしたと思うんですけども、今回こちらのアブダビからカタールのドーハ経由でバンコクに移動します。UAE に入るときはですね、ドバイから入ったんですけども、帰りはアブダビから出国。これをちょっと急に思いついてやってみようかなみたいな感じでこちらの空港に移動してきました。もともと帰りの便は私は JAL のマイルを使ってですね、カタール航空のビジネスクラスをですね予約してたんですけど、それはドバイからカタールに移動して、カタールから、バンコクに行くっていうね、フライト時間はね、ここからドーハまでが1時間ぐらいで、ドーハからバンコクまでが6時間55分だったかな、約7時間でビジネスで帰ろうかなと思ったんですけど、直前でいろいろ調べてたら、こちらのアブダビ発に変えることによって、エコノミークラスなんですけども、カタール経由バンコク行き、これが3万4000円だったんですよ。エコノミーですけどね。そうで、これ安いなと思って、で行き南アフリカに行くときにですね、カタール航空のビジネス乗りましたし、帰りはエコでいいかなみたいな、6時間、7時間ぐらいだったら、耐えれるかなと思ったんで、カタール航空優秀ですし、エコノミーでもね、過去何回かイタリアから帰ってきたりとかしたことあるんですけど、非常に悪くないので、しかもこの値段だったらマイルを戻してですね、現金で3万4000円で帰った方がいいんではないかという判断をしたのでね、お得なんで。こちらの空港にわざわざ移動してきました。今の時間が夕方6時半ぐらいなんですけど、出発が22時半だったかな、それぐらいのカタール航空の便でまずはドーハに移動します。多分もうねチェックインできると思うんだよね。1日になんか5、6便飛んでるので、カタール航空だけでねずっとオープンしてると思います。それで今からチェックインしてでラウンジ行けると思いますし、この空港初めて来るんでいろいろ見ながら過ごしていたらあっという間に時間が過ぎるかと思いますので行きましょう。あとはですね、今回アフリカ中東シリーズ長らく動画でお届けしてきたと思いますけど、もうこれで中東去りますので、いよいよ東南アジア、そして次は日本という感じで、バンコクでちょっと用事があってですね、仕事をいただいてるんで、バンコクでちょっと休憩も含めて数日間滞在して、でそれの仕事を終わらせてから日本に帰るみたいな感じで行こうと思っておりまして、大体私のパターンは最近もうバンコク必ず寄るみたいな、遠出するとねヨーロッパ行こうが中東行こうがアフリカ行こうがそんな感じになってますけど、カタール航空 F カウンターですね、この先ですかね。マジでね天井高いっすよ。すごいすごいなもうピッカピカ、かっこいいですよね、空港の作りが。
今ですね、カタール航空のチェックインカウンター来たんですけど、まだ人いなくて、でスタッフの人に聞いたら2時間前オープンらしいですよ結構あれだね、ギリギリまで開かないんだね。予想外だった。なんで、開くのが20時頃かなみたいなこと言ってたんで、あと1時間半あるな。一応バスで来るっていうので念には念をで早めに来たんですけど、3時間前から開くかなと思ったんですけどね、2時間前からか。なんでちょっと1時間半ほどまだ時間あるんで、ちょっと適当に潰します。基本的にこの出発フロアですけど、今見た感じスタバとか、あと売店、あと両替屋、それらはあるんですけど、なんかお店的なものはね、全部やっぱりインサイドですね。出国が終わった後だから中に入らないとラウンジも行けないですし、何にもないって感じですかね。時間を潰そうな場所がこうやって座って待つしかなさそうですね。暇なんでちょっとこのコンビニみたいなお店の物価チェック。コンビニっていうか空港なんで高いっすよね、きっとね。水がね、1本5、はい、食べ物系サンドイッチが22だからいくらだ、800円900円ぐらい高いな。こんな感じです。空港なんで街行けばもっと安いはずですけど、あとはお菓子とかかな。ラウンジに行けば飲み物タダなんですけど、あと1時間半もあるんで、今ちょっと売店で高いですけどレッドブル買いました。1本800円です、はい、すげえキンキンに冷えてる。久しぶりに飲んだレッドブル。今回長丁場なんですよね。カタールでの乗り継ぎは2時間か3時間ぐらいだったと思いますけど、まあまあ時間はかかる。バンコク到着が翌日のお昼12時45分とかそれぐらいですね、遅延なく行けば。なんで、今日は完全に深夜便移動なんでねちょっとレッドブル注入しておきます。ということでカウンター来ましたんで、今ねチェックインの方完了いたしました。特にですねチェックインで聞かれることはなかったんですけど、アブダビのこの空港のカタール航空のラウンジがあるみたいで、このチケットもくれました。でトランジットが2時間45分ドーハ空港であるんで、それもラウンジ多分寄れるでしょうね。今回エコノミーなんでビジネスクラス専用のラウンジは行けませんけど、あとですねドーハからバンコクの区間ですね、これが機材がエアバスの380です。はい。で結構空席が多かったんで、さっきオンライン上で見る限りでは余裕持っていけるかなと思うけど、そう言ってパンパンの可能性あるんでねなんとも言えないんですけど、とりあえず今からは1時間のすごく短いフライトでドーハに移動します。で今からもう出国しましょう。ということで一瞬で保安検査と出国終わりました。ドバイから入るときはね自動化ゲート私通れなかったんですけど、今は自動化ゲートで出れました。で保安検査も最新の機械なんで人すらいないですね。見てる人全部自動でやってました。荷物の中身のね検査を。すごいね。ドバイよりアブダビの方がいいんじゃないか、こう空港を使うの。空いてるし、今ここは混んでますけどイミグレーションとかもすごい空いてたし、ドバイは混んでますからね。あと1時間20分ぐらいしかないんですけど、一応カタール航空のラウンジのチケットもらったんで行きましょうか。すごいですね。アブダビ空港の中にアラビカコーヒーあるんだ。アラビカコーヒーって京都ですよね、発祥かなんかが。すごいな。無印とかも入ってるみたいですね。今回の旅なんですが、南アフリカで一度南アフリカランドをね5000円分ぐらい両替したぐらいで、あとほとんどてか1回も両替しなかった。ザンビアでもジンバブエでもボツワナでも、そしてここのドバイ UAE でも全部クレカで行けましたね。あれですか、アフリカのサファリだとかイミグレでビザのね US ドルで払わないといけないのは使いましたけど、現金でねほぼキャッシュレスで行けました。これがエティハド航空のラウンジなんですね。エティハドね1回もまだ乗ったことないんですよね。いつか乗りたい。喫煙者の皆様喜んでください。スモーキングルームかなりのエリアにあります。吸うところいっぱいですよ。多分このラウンジだと思うけどな。すごい綺麗そう。空港ホテルの一部みたいな感じなのかな。一応ホテルのチェックインカウンターがここにありますね。ラウンジ入れました。すごいですね。ラウンジの中食べるものいっぱいありますね。カタール航空のラウンジというよりカタール航空が使ってるラウンジって感じですかね。ちょっと今ねまたお腹痛くて調子悪いんですよね
だから食事食べるのやめときます。食べ物はいっぱいありますね。これすごいですね。なんか砂糖のタワーみたいなのがあったりとか、はい、ちょっとヨーグルトだけ食べようかな。ドリンクバー、こんな感じですね。先ほどこちらの空港に来る前にですね、バスで移動してきたんですけど、その前にショッピングモールでハンバーガーとか食べてでそこからまた食いすぎたんでお腹がちょっと痛くてですね、ギリギリなんですよ。だからちょっとヨーグルトだけにしときます。でどうせねバンコクに行くまでの飛行機が長くて、その前にラウンジもあるし、で機内食もあると思うんでちょっとセーブしておきます。オレンジジュースもねちょっと迷ったけど、あとねオレンジジュースもらっちゃいました。1杯だけ飲んでおきましょう。すごいですね。お酒はここで全部バーテンの人が作ってくれるみたいです。ここで炭酸水もらえるって聞いたんで来ました。ということで男は黙って炭酸水、今ですねラウンジの、喫煙所黙々ルームに入りました。すごいですね。やっぱ中東アフリカはだいたいラウンジか、空港の中にも綺麗な喫煙所がたくさんあって私は嬉しいです。それではゲートに向かいます。今自分がいたラウンジなんですけど、プライオリティパスでも入れるみたいですね。さっき気づきました。結構良かったですね。食べ物もすごいあったし、まずはドーハまで1時間のフライト、あっという間に着くと思います。今のところまだ眠くないです。おそらくねドーハ乗り継ぎ時間ぐらいから多分私手抜きな感じの撮影になると思います。ナイス判断だったかも。ドバイじゃなくてアブダビに変えて、しかも安くなったし。それではドーハ行き C の32番ゲートですね。すげえ綺麗だな作り込みが違う。こんなゲート見たことないすごいね。待合の椅子とかもすごい豪華だ。床の絨毯もふかふかですね。こんだけ立派なソファーがあるとゆっくりできそうでいいわ。なんかラウンジに置いてある椅子みたいですね。こんな待合でこんなふかふかなすごいクッション性のある幅も広いソファーで座って待てるなんてすごいね。ということで登場が始まりました。Yes. Thank you. ということで非常にスムーズな登場ですね。混んでないっていうのがいいですよね。今優先登場ですけど、本当 JGC って価値があるなと思いますね。撮ってて本当に良かったと思う。SFC より価値があるような気がするな。最近なんか別にアンチ ANA じゃないんですけど、なんかそうワンワールドの方がいいなって強く感じてます。ということで機内に入りました。一番前の席でしたね。8の A エコノミーのこれは予想外、窓側にしてくれとは頼んだけど一番前にしてくれてました。機材は320ですね。で今ね CA さんが私の名前を呼んでね挨拶に来ました。チーフの人がサファイアメンバーで来るのなんか最近ワンワールドを立て続けに乗ってるとなんかすごく高待遇な感じがする。サファイアの分際ですいません、エメラルドの人たちから見たらゴミだと思うんですけど、はい、丁寧ですね。あとまだ時間があるのでちょっとお話しすると、大体航空券って片道で取ると割高になるじゃないですか。だから例えば往復10万円ぐらいの航空券だとしても片道で取ると7万とか8万とかしちゃって、それだったら往復買った方がいいよねみたいになるじゃないですか。今回ね、3万4000円でドーハ、経由になりますけどもバンコク行けるっていうのはマジで安い気がする、この時期になのに。だから日本よりはもちろん近いんで
安いのかなとは思うんですけど、でも片道3万4000円は LCC ぐらいの金額かなと思ったんで、ドバイっていうか今 UAE ですね、アブダビから、でアブダビからドーハまで片道で LCC 取っても1万5000円ぐらいしますね。でこのカタール航空だと 2万5000円とかだったんで、十分すごい安いなと今回思ったんで、ビジネスをやめてまでこれを取り直しました。あとはね、私はいつも座席を選ぶときになるべく非常口座席と一番前は選ばないようにしております。なんでかっていうと、まあね、広くて好む人もいるんですけど、このね、これなんていうの、肘掛けというか、まあこのテーブルが収納されてるタイプ、この敷居が敷居というかこの囲いですよね。これが私あんま好きじゃなくて、横幅がある人間なんで、これがあることによって狭く感じるんですよ。で特に隣にお客さんいない時とか、普通だったらね、こう肘掛け上げて広くできるんですけど、幅があるせいでこう狭いんですが、これ結構広いですね。ここが今回カタール航空のこの737、違うかな、320、なんか広いなと思いました。ちょうどエンジンの前ぐらいですかね。まあエティハドの名古屋行きはもう今なくなってしまったというか、もともとあれ北京経由みたいな感じの飛び方だったと思うので、関空と、東京だけですよね、あるのは。あれ乗れば直で日本にここから帰れますけど、名古屋便復活してほしいな。あとは先ほども言った通り、ドーハ到着後は乗り継ぎでバンコク行きに乗るんですけど、その機材がエアバス380ですね、2階建ての大きい飛行機です。私ね、今までホーヌしか乗ったことないんですよ、380ね。だからカタール航空の乗るのも初めてですし、今回エコですけどね、割と大きい飛行機っていうか全然広いと思うので、エコで全然行けそうだなと、6時間50分選びました。それのビジネスに乗るっていうのも面白いかなとは思ったんですけど、マイルでね、もともと取ってたんでマイルで、でもやめました今回は。あとどうでもいい話なんですけど、ちょっと汚い映像で申し訳ないんですけど、私ね、日本を出てくる前にこれ新品の靴で来たんですよニューバランスの靴なんですけど、すごいよね。やっぱアフリカ行っていろいろ歩きまくって、もう一気に靴が汚くなりました。ここ真っ白だったんですけどね。間もなくドアが閉まるんですけど、臨石ブロックですね。サファイアの分際でありがたいです。For Doha, please ensure that your hand luggage has been placed in your well storage compartment or under the seat in front of you. We also ask that you switch all electronic. ということで、まだ離陸して5分ぐらいでまだ上昇中なんですけど、もちろんねシートベルトサインついたままなんですが、もう機内食の配布が始まりました。で時間が短いんで急いで配ってるんだと思うんですけど、こんな1時間足らずのフライトでも結構ちゃんと出してくれるんですね。エコノミーでもこれなんか、アラブ料理3点セットみたいな、なんだろう、これフムスですよね。であとなんかライス系のやつ、レモンも入ってます。でなんかヨーグルトみたいなサワークリームなんかなと、あと中東によくあるパンですね。でオレンジジュースとお水、もうこれは
もう種類はこれだけです。強制的にこの2つ、これごと渡されました。すごいね、カタール航空。ちょっと今お腹空いてるから食べようかな。さっきラウンジで食べなかったんだけど、あれからだいぶ時間経って今ね、お腹空き始めましたんで、これはすごい考えられて作られてますね。ここにスプーンがはまるようになってるんですよ、綺麗に。彩りも面白いですし、こうセンスがありますよね。言っちゃ悪いけど、日系の航空会社と比べると、なんかこういうのどんどん取り入れてほしいですね。ひとまとめでこう機能性も考えられてるみたいな。味はまあね、美味しいかどうかは別なんですけど、今一通り食べましたけど、やはり一番左のやつはフムスで、これはなんか中東のチャーハンみたいな、ピラフみたいな、プロフでいいのかな。でこれは酸っぱいヨーグルトですね。多分このパンにつけて食べる感じだと思うんですけど、このパンもねちゃんとあったかいんですよ。それがすごいなと思いましたね。だいたい冷たいじゃないですか、この平たいパン。この中にこうフムス挟んだり塗って食べるのが食べ方だと思うんですけど、味は普通に美味しいですね。文句なしです。ということで離陸して30分ぐらい、もう機内食もすぐに片付けられたんですけど、もう今着陸態勢に入りました。セントレア羽田便並みの短さですね。ということで22時44分、今ドーハ国際空港着陸しました。 UAE とカタールは1時間の時差があるので1時間戻る感じですね。でこの後1時50分発のバンコク行きの飛行機にカタール航空の乗り継ぎします。前回ねケープタウン行った時と同じように保安検査を受けてすぐに外に出て特別なこと特にやることなくてですね終わると思いますので、あと混んでるかな。前回ビジネスクラスだったから専用レーン使えたけどエコノミーの方すんごい混んでたからね、乗り継ぎ客多いから、その辺はでも時間は余裕あるんで3時間ぐらいあるんで大丈夫でしょう。はい、あと子供がいっぱい乗ってました、この飛行機。お疲れ様でした。すごい暑いな。ということで一瞬で乗り継ぎ検査終わりました。全然混んでなかったんで待ちゼロでした。とりあえず前回と同じくですね、ラウンジに行きましょう。で今回はビジネスクラスじゃないんで普通のステータスの方のラウンジですね。しょぼい方です。はい、そちらに行こうと思います。必ずここを通ってですね行く形になるので、皆さん絶対これは見ると思うんですけど前回見たからチラ見ぐらいでいいですね。はい、ここですね。カタール航空のゴールドラウンジの方はノービジネスの人はこちらです。ということでラウンジ入りました。ありますね、レモンミント。食事はちょっとだけ食べようかな。
美味しそうです。ということで軽めにちょっと食事持ってきました。ビリヤニかな、あとプリンみたいなやつで、炭酸水とレモンミント、かなり差はありますよね。あくまでもおまけみたいなラウンジなんで、これね、エメラルドだとファーストクラスラウンジなんですけど、所詮サファイアでは全然もうビジネスラウンジの半分ぐらいの規模と内容ですね。でも入れることに意味があるし、私は最近も食事を求めてないので、ここで充電とかしながら過ごせるというのがポイント高いんではい、ちょっと入りました。今回は、あと1時間以上まだあります。ということでラウンジを出ました。結構ギリギリの時間になってしまいました。もう眠いです。早速乗っていきましょう。早くバンコクに行きたい。それじゃあ B の3のゲートかな。久しぶりの380ですね。今ね、結構お腹痛いんですよね。今トイレ行ってきたんですけど、ダメだな、今回本当お腹1回壊すと続くな。こちらに乗ります。でかいですね。今回はさすがに置き止めじゃなかったですね。今ゲートくぐりました。1階の前の方のエコノミーだった気がします。ということで機内に入りました。結構いろんなものがもうこんな感じで置いてあるんですけど、クッションとブランケットとイヤホンと、これアメニティセットかな、なんか日本のやつ東京って書いてありますけど、いろんな都市のがあるのかな。たまたま自分とか東京でした。機材380ダッシュ800ですね。もうあとこれに乗ってしまったらもう基本的にはもうやることありませんので、寝るだけあとはおとなしく6時間50分寝るだけなんで、食事とかもあるけど、今ねやっぱダメですわ。ちょっと食べるとすぐに出したくなる。でもお腹は空くんだよね。だから食べない方がいいかもしれないな。飲み物もやっぱりさっきね調子乗ってレモンミントとかあとはレモンミント飲んだりとか、あとはアブダビでもなんかオレンジジュースとか飲んだけど、やっぱそこからまた痛くなりましたからね。やっぱダメだな。USB もありますし、モニターもそこそこでかくて、あれですよね、一番新しいって感じではもうないと思います。結構古いですからね、380ね。380、2階席だと多分なんだろう、ここに入れる収納できるところがあったりするんですけど、こう丸いというか広がってるんで、窓側でも結構ねこう広いんですよね。前の方でも結構広いってことが判明しました。真ん中辺が一番広いんじゃないかな。あとは380ね、窓とこの壁の間が結構開いててアクリル板で遠いんですよね。景色は見にくい。間もなくドアが閉まると思いますけど、お客さんやっぱほとんど欧米人ですね。タイに行く人本当多いと思う。やっぱ行く人数も多いですし、街中結構ねアジア人よりも欧米人の人がバンコクって多いじゃないですか。だから人気なんですよね。日本人が全然行かなくなっちゃって、最近ちょっと戻ってきてると思うんだけど、ハワイもそうですよね。残念ながら私のモニターは、一応ついてはいるんですけど、操作ができないというか、なんかバグってますね。全然動かないです。動いてもこんな変な風になっちゃって、もう先に進めないですね。これは外れだ。Before we begin our descent to Bangkok, I'll update you with the latest weather and arrival. Welcome 前回ドーハからケープタウンまで移動した時に、この安全ビデオがケープタウンの行き先になってる、すげえって俺言ったんですけど、今バンコク行きでもケープタウンだったんでこれの勘違いですね。最初から全部ケープタウンなんだ。ということで飛行機が動き出し始めました。もう私は睡魔の限界です。もう寝てます、心の中で。とりあえず臨席ブロックで隣にはお客さんいなかったです。これは少し快適に行けそうですね。
皆様おはようございます。ということで、あれからですね、離陸して私はもう記憶がないです。こんなのね、久しぶりなんですけど、よっぽど疲れてたのか眠かったのか気絶したかのように寝てました。で、今起きたんですけど、ちょうど到着2時間前の朝ごはんを配ってる時なんですよ。なんで私ね、機内食ももらうことなく本当に爆睡してました。で、今あったかいコーヒーだけくれたんですけど、そうなんで動画を撮る上ではちょっと大失敗だったかなみたいな感じですね。で、今隣を一席空けて、その隣に女性の人が座ってるんですけど、もう今朝ごはん食べ終わってますので、食べてる最中かぐらいです。正直そこまでお腹空いてないのと、今食べるとまたお腹痛くなるんじゃないかと思って、飛行機の中で何回もトイレ行くのめんどくさいですし、お腹痛いと辛いんで、ちょっとコーヒーだけにしておきます。機内食が大好きで、機内食が大好物で、機内食食べたくてしょうがない人が若干いるんですけど、ちょっとその人たちには申し訳ないですけど、カタール航空のエコノミーの機内食美味しいですけど、ちょっと今回は何も食べずにコーヒーだけということでアブダビからドバイまでの間はちょっと食べましたけど、あと1時間半ぐらいで着陸になっちゃうんで、移動としてはね、私の記憶がほぼないまま寝たままもう一瞬で終わっちゃうんで良かったかなとは思いますけど、動画的にはほぼ何も撮らずに終わっちゃうんで申し訳ないです。あとはですね、機内がめちゃくちゃ寒くてですね、おまけにお腹も痛いということで割ときついです。早くバンコクに着いて、ちょっと下痢の薬とかもなくなっちゃったんで、でもね、久しぶりにこんなに寒いなって思いましたね。割と私寒い方が好きなんですけど、私でも寒いと思うぐらいエアコンが効きまくってますね。そんな中ね、何時間も寝てたんで体が冷え切ってて、余計にお腹が痛いというか、下痢止めのね薬ももうないんだよね。アフリカで結構使っちゃったんで、だから早くバンコクでコンビニとかで買いたいなと思ってます。もう基本的に出るもの全部出ちゃってるんですけど、飲み物飲んだだけでも結構、出てきちゃうんで、ちょっと汚い話で申し訳ないですけど。Proceed to the arrivals hall on the second floor. The followingということで、バンコクスワンナプーム国際空港に着陸しました。バンコクに戻ってきましたよ。かなり安心感ありますね。ほぼ地元みたいな感じですからね、もうここ最近。とりあえずすぐ飛行機降りて、イミグレーションなんか混んでそうな気がするんで、この時間帯でサクッと外に出て、もう今日はホテルにそのまますぐ行きます。ということで、改めましてバンコクに戻ってきました。なんかやっと戻ってきたって感じがする。残念ですね、コンコースなんだ今いるのは。電車で行かないといけないんだね。遠いわ。それではイミグレーションを受けます。ということでバンコク到着しました。入国も全部終わりました。いやー、アフリカから長かったな。いやでもようやくすごい安心感があります。先ほども言いましたけど、とりあえずね、今日はちょっとホテル泊まるんですよ。もともとエアビでいつも宿泊してるんですけど、安くね、この日だけね空きがなかったんで1泊だけ
ホテル泊まって、あとはエアビーで過ごします。またそれ別の動画で出すと思いますけど、とりあえず今からホテルへ移動します。今日は空港からホテルまでグラブで行っちゃいます。時間がある時とか夕方とかはね、電車の方が全然スクンビット中心部行く時早いんですけど、もうちょっと今日疲れてるんで、この新しくできたグラブのピックアップポイントから乗っちゃいますわ。こんな風になってるんですね。今までこんなのなかったですもんね。ちゃんとお兄さんが車番を読み上げてくれます。結構これはこれで時間かかりそうですね。ということでホテル到着しました。マリオットスクンビットです。私が一番好きなマリオットのホテルですね、バンコクの。今回ね、ポイント&キャッシュってやつで、ポイント1万ポイントと現金9000円で予約できました。もともと泊まる予定じゃなかったんですけど、エアビが取れなかったんで今日だけ泊まります。ということで部屋に入りました。過去にね、泊まったことあるんですけど、結構広めなんですよね。これ今回アップグレードもなくて普通の部屋なんですけど、はい、素晴らしいね。バスタブも広いですし、こっちはトイレかな。はい、こんな感じの部屋です。ちょっと贅沢すぎますね。一泊しかしないのに、ポイントで取った方が持ち出しが少なかったっていう理由で泊まってるだけなんですけど、トンローですしね。場所も日本人の人が非常に多く滞在するエリアというか、このね、スクンビットマリオット芸能人の人とか結構泊まるんですよ。日本人が泊まりやすいっていうので。ということでようやく落ち着きましたね。ドバイからアブダビに行って、でアブダビからこちらね、カタール経由でバンコクで、到着ということで、途中のね、飛行機の380のちょっと動画を全然撮れなくて申し訳なかったです。本当に気絶して寝てたんだなと思ってね、疲れが多分本当に溜まってたんだと思う。機内食すら気づかずにですね、もうあと到着2時間前みたいな感じだったんで、私としては珍しいかなと思うんですけど、そんな感じで今回、バンコクでこの後ですね、仕事もあるんですけど、ゆっくり、過ごそうと思います。次回の動画でバンコク滞在の様子プラス、日本に帰るという感じで、最終回になると思いますけど、アフリカ中東シリーズか、見ていただいてありがとうございました。今回の動画、一旦ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。